2025年7月13日、白バイに乗っているのは元ジムカーナ A 級ライダー大滝選手。この日、私たちは静岡県警からご依頼を受け、白バイ隊員への訓練指導を行いました。隊員の皆さんの技術は本当に素晴らしく、そして私たち自身も人生で初めて白バイに乗るという貴重な経験をさせていただき、忘れられない一日になりました。始まりは一通のダイレクトメールでした。私の YouTube チャンネルの動画をご覧くださっていた静岡県警交通機動隊で白バイ技能指導を担当されている園原係長からのご連絡でした。内容は10月に開催される全国白バイ安全運転競技大会に向けて訓練に励む女性白バイ隊員2名にご本人と担当コーチを含めた出張個人レッスンをお願いできないか、そんなご相談でした。それは私たちにとって大変光栄なご依頼でした。私たちは事前に白バイ大会の映像や彼女たちが昨年出場した際の動画を YouTube で見て学び、当日に備えました。そして迎えた訓練当日。YouTube で見ていた印象よりもかなり小柄で華奢な女性隊員さん2名に私も夫もとても驚きました。夫、人生で初めての白バイ乗車です。的確な指導を行うためには白バイの車両特性を理解する必要があります。実はインストラクターでもある夫、CB1300 にはある程度乗り慣れているそうです。この白バイは赤色灯、サイレン、ミラーなしの大会仕様のもので、重量はなんと290キロもあるそうです。通常の白バイはさらに重くて300キロもあるそうです。バンクセンサーが設置してしまいました。どれくらい限定なの？プラス3秒。めっちゃ乗りやすい。一番乗りやすい。もうちょっと乗ってみる。夫、白バイが楽しいようです。大会では3秒も加算されてしまう車体設置。白バイはバンク角があまりなく、すぐに設置してしまうので、なるべくバンクさせずに速く走らせなければならないのです。これはとっても難しいことです。そして私も白バイへ乗車。人生で初めての白バイ。胸が高鳴ります。重くてあまり曲がっていかなくて大変でした。気をつけないとすぐに設置してしまいます。白バイで速く走るにはジムカーナとは違う走らせ方をしなくてはならないと感じました。白バイを試乗した後は2名の女性隊員さんへレクチャー。夫は土屋さんにブレーキングフォームのアドバイス。園原さんやコーチも興味深そうに耳を傾けていました。見本を見せる夫。一連でやった方がいいのかな。これを一連でやるべきなのかな。私は古見さんと一緒にバランスセクションへ。古見さんは去年初めて全国大会に出場し、今
今年が2度目、そして最後の大会です。ご覧の通りキレッキレのすごい走りなのですが、技術面で様々な悩みを抱えていて、なんとかもう一伸びさせてあげたいと園原さんが話してくれました。私もこのナローコースにチャレンジ。重い白バイを素早く左右に振るのが難しくて、もう四苦八苦。何度か練習するうちに少しずつ感覚がつかめてきて、自分がバイクにどう入力しているのかを古見さんに伝えました。そこへ夫と園原さんもやってきて、夫からも古見さんへアドバイス。そして素晴らしいキレとスピードでナローコースを駆け抜ける古見さん。園原さんもとっても嬉しそうです。この後も繰り返し反復練習、そしてアドバイス。私はこの時膝の状態があまり良くなく、バイクもお休みしていて体もキレがない状態でしたが、その中で重い白バイをどうしたら素早く切り返すことができるか、やってみて感じたことをそのまま伝えました。一方、夫からアドバイスを受けていた土屋さん。休憩で戻った時、その走りが見違えるほど進化していて、思わず目を奪われました。お昼の時間になったので戻ると、大滝選手が楽しそうに走っていました。お昼はなんとステーキ弁当、とっても美味しくいただきました。お昼休み中、コーチ陣からの質問に答える大滝選手。ライディング話に花が咲きます。午後は夫が古見さんへ、私は土屋さんへアドバイス。二人とももともと素晴らしい腕前でしたが、スポンジのような吸収力で走りがどんどん進化していく様子に感動しました。そしてコーススラローム走行。私も少しだけ一緒に走ってみましたが、あっという間に置いていかれてしまいました。曲がる、切り返す、アクセルを開ける、ブレーキをかける、どれもとても難しくて、この白バイであれだけの走りをされている隊員の皆さんの技術の高さに改めて感心させられました。夫が古見さんを追走します。古見さんが速すぎて大変そうです。ジムカーナではバイクを速く走らせるのが得意な夫。白バイの大型な車体と290キロという重量にはさすがに苦戦しているようです。白バイを速く走らせるにはジムカーナとはまた違ったテクニック、そして慣れが必要なようです。めっちゃ速かったわ。8の字をしていた土屋さんに夫がアドバイス。私と菊池コーチも聞き耳を立てます。すぐにコツをつかんであっという間に走りが変化する土屋さん。今年は大会には出場せず、来年の出場を予定しているそうで、今後の成長がますます楽しみです。
古見さんの8の字、キレッキレで速い。思わず見とれてしまうほどの走りです。すごい。私もチャレンジしてみました。曲がれない、アクセルが開けられない、とにかく難しい。白バイに乗ってみて、改めて自分の弱点や課題が浮き彫りになりました。夫も8の字にチャレンジ。乗り慣れていない白バイ、繊細な操作が難しく苦戦しています。そして3度目のチャレンジ。徳増コーチの8の字、ジムカーナの8の字とは違う走らせ方に見えます。とっても速いです。訓練終了。楽しく濃密な一日でした。隊員の皆様の卓越した技術に感動と深い敬意を抱き、人生で初めて乗った白バイに胸が高鳴った瞬間、バイク競技を続けてきたこと、そして YouTube で発信してきたこと、そのすべてが今回の貴重な体験につながったと思うと、とても嬉しく感慨深い気持ちになりました。きっかけをくださった園原さん、そして静岡県警の関係者の皆様へ心より感謝申し上げます。皆様からたくさんのお土産をいただきました。後日、園原係長から心温まるメッセージをいただきました。ジムカーナトップクラスの夫の走りやアドバイス、私からの女性目線でのアドバイス、そして初めての白バイにも臆せず挑んだ私たちの姿勢は、2人の女性隊員の学びとなり、皆様にも感動を与えたと。特に古見さんがあんなに素直に楽しそうに取り組む姿を久しぶりに見られて、彼女自身にとっても皆様にとっても今後につながる確かな一歩になったと感じていただけたそうです。その後、8月のジムカーナジャッジ杯、古見さんが夫の応援に来てくれて、私も古見さんへ頑張っている姿を見せたい一心で、ジムカーナへ復帰することを決意しました。今、私がまたジムカーナと真剣に向き合えているのは、古見さんのおかげです。10月の全国白バイ大会、夫と一緒に古見さんの応援に行ってきました。その時の様子はまた別の動画でお届けします。ここまで長い動画を見ていただいてありがとうございます。評価やコメントをいただけますと大変励みになりますのでよろしくお願いします。それではまた。